日常の中にあるあらゆるものを版のように扱って立体作品、平面作品を横断しながら制作しています。阿部大輔と言います。生まれは京都です。学生時代は版画を専攻して学んでいました。その経験がいろいろ今の制作につながっています。どの制作においても自分自身のコントロールが効かないような偶然性の強いプロセスを積極的に取り込んでいます。銅版画はドライポイントやエッチングなど、いろんなテクニックがあるんですけど、版に何か傷をつけたりとか版を不織液で溶かしたりしてそこに傷みたいなのを作ってすり取るテクニックになります。そのような銅版画の制作を通して何かその版と向き合う感覚が人の肌だったりとか物の表皮と向き合っているような感覚がありました。初めてエッチングプレス機を使って制作をした時に作品に生命感が宿るような不思議な感覚がありました。銅版画の制作においてモチーフになっているのは人の顔だったりそのシルエットになります。それらの図像が強く立ち上がりすぎず空間の中で漂っているような状態を表現したいと考えています。人であるようなないようなそれでいて強い存在感を持って立ち上がってほしいと思ってます。変化し続けるイメージを紙に定着したいと考えています。私が幼い頃父が全身をやけどするような事故に遭ったのですがその体験が今の作品のベースになっていると思います。現在のさまざまな被膜を扱ったような作品はその時の経験が強く結びついていると思います。最近よくモチーフにしているのは何かしら人が携わったようなモチーフで例えば道具だったり床だったり壁だったり人が携わることで経年劣化が起こるようなものをモチーフによく使っています。
メディウムを剥がす作品は2通りの見せ方があって、一つは剥がし取ったものをそのまま提示するものと、剥がしたものを水に浮かべて平面作品として提示するものと2つあります。そのメディウムを使った作品のプロセスは非常に銅版画に似ています。銅版画のように物の表面にインクを詰めて、余分なインクを拭き取って、そこにメディウムやボンドを塗ります。で、乾燥した時にそれを剥がして、作品にします。原点にあるのがやっぱりプレス機ですられたものの新鮮さみたいなものがある気がします。直接絵を描くことでは得られないようなテクスチャーだったりとかすられ方っていうのがとても新鮮で、プレス機みたいななんか自分コントロールが及ばないような部分を制作に持ち込むっていうようなことをなんか意識的にやってるのかなと思います。もともと実験的なことが、好きだっていうのももちろんあるんだけど、その一つの技法をなんか極めたいとか続けたいとかっていう思いはあまり自分はなくて、何かこう行き詰まったらどんどん自分が今まで知ってる技法を変えていくことで緊張感も生まれるし、その違うメディアだったり素材を扱うことで今使っている別のもののアイデアが出ることがよくあるので、最近はもう意識的に制作をいろんな技法を横断的にやるってことを心がけてやってます。立体として提示するものは剥がし取ったものをそのまま壁にかけたり展示をしていて、平面作品の方は銅版画の眼筆りのように剥がしたものを水に浮かべて紙をすくい上げることで平面作品として仕上がります。メディウムをすくい上げる時の感覚っていうのはただ偶然に任せるだけじゃなくて、水と戦いながらある程度構図だったりとかっていうのはコントロールしてます。人の携わった後みたいなのがなんかすごく気になりだしてきて、工具はいつかモチーフにしたいなっていうのはあって、工具を使った最近のインスタレーションですけど、初めにビジュアルの方が頭に浮かんできていて、剥がしたものと剥がされるものの
境界線みたいなものを強調するような展示にしたいと思いました。モチーフとなっている工具は自分自身が使っていたものもあるし、リサイクルショップで売られているようなもので、何か人が携わったことで経年劣化を起こしているものを選んでモチーフにしています。銅版画も剥がす作品も同じような感覚があって、どちらも剥がしたりすり取るまで作品の完成図が読めない部分があります。そこが作品の作る中で重要なモチベーションになっていると思います。身体の延長上にあるようなモチーフをなんか選んでいるんじゃないかなっていうのをモチーフ選びを見ると感じていて、椅子だったりとか靴だったりとか工具だったりとか、何かしら人が使うものになんか目がいっていたりとか興味を抱いてるんだと思います。シルクスクリーンのインクで発泡性のインクがあります。そのインクを使った作品ですが、まずは既製のものをシリコン型で抜いて、そのシリコンにその発泡性のインクを塗って剥がすというプロセスになります。自分の周りはペインターばっかで、彼らのいろんな思考だったりとか制作を見てて、彼らにとってのドローイングみたいなものって自分の制作の中で何かなって思った時に出てきたのがその今の発泡の作品の原点みたいなもので、もう本当に身の回りのものを毎日一つは剥がしてみるみたいな感じで、かなりラフにこうドローイングを描くような感じで制作しだしたっていうのが原点だと思います。なんかその中にやっぱり自分で美しいとかって思えるような形みたいなのがその中にある気がして、何か物の形状みたいなのが部分的に残る方が何かこう移行状態に感じさせることができるんじゃないかっていうのと、よりちょっと暴力性みたいなものだったりとか、なんか痛々しい痛みみたいなものがなんか作品に内包されていくような感じがより強かったと思います。没の作品っていうのがかなりあって、半分ぐらいは世に出してないというか、2、3パターンは作ってその中の一番いいものを世に出しているっていう感じかもしれない。自分の制作や作品において何か人に強く伝えたいメッセージがあるわけではありません。さまざまな人の思考や思いみたいなものが入り込めるような余白を作品の中に作りたいと考えています。今までの通り、さまざまな技法を
横断しながら作品を、作っていきたいと考えてます。その中でいろんな発見だったりをこう発展させていきたいっていう思いがあります。あとはいろいろモチーフだったりとか、その展示するような場所でもいろんな、アイデアをもらってきた経験があるので、今後もいろんな場所だったり人だったりとの出会いで作品が変化していけたらなと願ってます。